はい。では、続きを行っていきたいと思います。今回はユニットをスポナーから生成するっていうシステムを作っていきたいと思います。では、まずはじめに、作ったオブジェクトを、プレハブに登録するっていうことをしていきたいなと思います。まず、プレイヤーですね。これをプレハブに登録。で、同じようにユニットも登録していきます。一旦ちょっと原点に戻して、はい。で、登録したものはここにあっても、必要ないので削除しておきます。ユニットも原点に戻して、登録と。はい。こちらも削除します。で、スポナーを作っていくわけですが、テクスチャーをまずは作っていきましょう。スポナーはステージ物扱いなので、ステージフォルダを作ります。で、ここに、ステージから、これですね、ステージオブジェを入れてください。で、こちら、ちゃんと綺麗に切れてますね。はい。じゃあこのまま使っていきますので、create empty からユニットスポナーとしましょう。スポナーですね。で、テクスチャーを、用意して、2番、入手。はい。で、これも、スポナーも一旦、プレハブに登録していきます。はい。で、こちらはもうすぐ使うので、ちょっと後ろの方に配置しておいて、3レーンあるラインディフェンスにしたいので、スポナーをコントロール D で複製していきます。DD と。で、ちょっとずらして、3レーンを表現して、レイアウトなんですけれども、以前作った、ビジュアルイメージをもとに、下の部分を UI で、上の部分を先頭、フィールドにしようかなと思うので、真ん中のレーンが画面のちょっとだけ上側にあるっていう、ちょっとそんな感じのレイアウトでいきたいなと思います。ので、このスポナーのこの真ん中の子を AY0.8 としてください。で、上の子を 2.4 で、下をマイナス 0.8。一旦ちょっとこのレイアウトで作っていこうと思います。では、次に、プレイヤーのボタン入力に応じて、ユニットが出るっていう、処理をしていきたいので、プレイヤーのプログラムをちょっと書いていこうかなと思います。よいしょ。これですね。そうですね。まず、ユニットとスポーンポイントを全部登録していこうかなと思います。パブリックゲームオブジェクトで、ユニットと、パブリックゲームオブジェクト、スポーンポイントとしましょう。で、配列にして複数登録できるようにしておきます。じゃあ一旦まずは忘れないうちに登録をしちゃいましょう。では、
プレハブの方に編集をしたいので、こちらでセレクトを押すと、プレハブにフォーカスが当たってくれるので、これをダブルクリックします。で、ここの中のユニットなんですけど、今回3種類のユニットを出すんですが、一旦は今00しかないので、この0を3個、とりあえず登録しておきます。で、そしてこっちの C の方にある方で、スポーンポイントを3つ上から登録しておきます。これで登録している場所から、ユニットを出すということが、準備ができました。じゃあ、プログラムを書いていきたいと思います。ここで、インプットシステムを使って、ボタン入力で、ユニットを生成としましょう。なので、パブリックボイドオンスポーンとしましょうか。オンスポーンとして、よいしょ。インプットシステムの、記述をしていくんですが、スタート。今回、ユニットを出すのに、ボタン、単押しではなくて、ホールドによる長押しで、ユニットを出していきたいなと思いますので、ホールドを、検知するプログラムを書いていきたいと思います。if、コンテキスト、フェーズ、インプット、アクションフェーズで、スタート、と、if、始まりと終わりを検知する。スターテッドとキャンセル。これでボタンの入りと離したときっていうのが検知できるんで、ここで、ブールの変数をちょっと作っていきたいと思います。パブリック、ブール、is ユニットプッシングとしましょうか。ユニットプッシングとして一旦フォルス。で、この、is ユニットプッシングですね。ボタンホールド中かどうかっていうのを、スポーンポイントの方でも、後々ちょっと検知したいっていうことが、発生するので、一旦、パブリックで他の人でも見れるようにしておきます。ただ、インスペクター上に表示される必要はないので、そこは消そうかなと思いますので、そういう場合は、このノンシリアライズドを入れておくと、インスペクター上には出ないけど、他の人からは、見れるっていう状態になります。で、ここで、is、トプッシングを、true にして、離したときは false にする。で、入力と、離すが検知できたので、true の時だけカウントアップするようにしたいので、これを、void、
何しようかな。ユニットボタンプッシング。そして、これを、アップデートで回すために、時間を、変数を作りましょうか。プライベート、フロート、ユニットプッシングタイム。ユニットプッシングタイムとして、0。で、もし、is unit pushing が true だったら、true の場合、タイムをカウントする。ユニットプッシングタイムを、カウントアップしたいですね。タイム、デルタタイムを入れて、そしてもし、カウント、プッシングタイムが1秒以上になったら、生成するんですが、まずはユニットプッシングタイムを0に戻すと。で、ここで生成を行っていくっていうことですね。ただ、生成場所なんですけど、今回、プレイヤーが、自由に移動しているときに、現在いるレーンの、同じレーンのここからこうユニットが生成されるっていうのをちょっと実現したいなと思います。ここにいるときはここから出てきて、ここにいるときはここから出てくるっていうですね。ちょっとそれを実現するために、